こんにちは。こんにちは。私たちは日本一周後に北海道に移住した夫婦です。日本一周は愛車の軽バンカリー号でしたんですが、北海道に移住してから新たに宅配バン、こちらのデッカリー号を購入しました。はい。この4月で購入から1年が経ちました。理想のキャンピングカーにするために購入したんですが、1年経っていろいろデメリットというか不満点が見えてきたので、それを今回は皆様にお伝えしたいと思います。まず私たちが購入した宅配バンについて改めて紹介すると、こちら車種はトヨタのライナアーバンサポーターという車です。はい。2002年製なので、もう22年前の車になります。はい。もう現在では発売してないので、中古車しか市場にはありません。はい。で現在は1ナンバーの普通貨物自動車の扱いになります。はい。で、これをキャンピングカーにしようと思って1年前に購入しました。はい。購入した時はもうほんまに理想のキャンピングカーのベース車やと思って購入したんですが、すぐにキャンピングカーにせずに、とりあえず1年は車中泊仕様で楽しもうと思って過ごしていました。まあ荷室が広かったので、せっかくやったらこの状況っていうのも楽しみたくて、とりあえずは車中泊仕様にしました。なので購入した時には気づかなかったんですけど、実際に1年車中泊してみて気づいたデメリットっていうのが結構あって、あまり今までの動画とかでは話してなかったので、せっかくなのでこの機会に話してみようと思います。はい。今回デメリットもお伝えするんですが、そうは言いつつメリットも存在するので、それをお伝えしてから後半でデメリットについて触れたいと思います。はい。ちなみに今回はデッカリーについて喋るということで、2人ともデッカリーコーデで臨んでおります。はい。デッカリー号のトレーナー。よく見たら、ディーカリー号。トレーナーとデッカリー号帽子です。はい。今回はメリットとデメリット、それぞれ5つずつお話したいと思います。はい。まずはこの車の特徴でもあるので、メリットからお話したいと思います。はい。1つ目のメリット、ウォークスルー、立てるというところです。はい。これはもうこの宅配バンの一番の特徴と言っても過言ではないと思います。もともとこの車が荷物を運んだりとか、お仕事用に使う目的で作られた車になってます。はい。で、このアーバンサポーターと似てる車でクイックデリバリーという車があるんですけれども、それは宅配のヤマトさんがもともと荷物を運ぶ時に使ってた車で、そのクイックデリバリーをもうちょっと個人用に落とし込んだのがこのアーバンサポーターという車になってます。はい。なので後ろに荷物を積むことを想定して、運転席から荷室までもう立って歩いて行けるような仕様になってます。普通の乗用車ではほとんどないんですが、この車の場合は助手席が畳めます。はい。補助席みたいな感じなんですけど、折りたたんで邪魔にならないようにすることができます。なので本当に宅配バンの名前の通り、宅配向けに完全に作られた車だなという感じです。はい。席を畳むことで、この助手席側のドアを開けると、もうそこに障害物なく荷室にアクセスすることができます。キャンピングカーとかでも結構立てる車って多いと思うんですけど、このウォークスルーっていう機能はほとんどないのかなと思ってます。僕たちもキャンピングカー乗ったことあるんですけど、頑張れば運転席とか助手席から後ろに行けるとは思うんですけど、基本的には一回外に出て、で、外の扉から入ってくるのが普通だと思います。ただこの車は繋がってるので、もうそのまま後ろに行くことができると。なのでキャンピングカーにするときも、それはかなりのメリットになるかなと思って、この車を選びました。実際に車中泊をしてみても着替えやすかったりとか、雨の日も一回車の外に出ることなく車内で移動できるので、すごい快適でストレスが少なく車中泊することができました。はい。日本一周中は軽バンでやっていたっていうこともあって、もう車内では立てないっていうのが当たり前でした。ただこの車になって、もう立って移動できたりとか、着替えも立ってできるから、体に負担も少なくて、すごい大きなメリットだと思います。はい。2つ目のメリットは、人と被らないというところです。はい。これは僕たちがこの車を買った時にもすごい重要視したポイントです。そもそも今販売されてないっていうのと、もともとはそういう商用のために作られた車なので、もう自家用で乗ってる方っていうのはほとんどいないのかなと思ってます。時々街で見かけることはあっても、だいたいキッチンカーであったりとか、なんかお仕事の車で見かけることの方が多いです。ネットで中古車サイトとか見ても、だいたいいつも10台以下ぐらいしか市場に出回ってなくて、本当に珍しい車だと思います。はい。なおかつこの車は4駆のディーゼルということで、さらに希少な車になってます。特に私たちはこの車の外観というかな、見た目がすごい気に入ってるので、本当にこの人と被らないというところもメリットだと思ってます。はい。もう一台の車カリー号は自分たちで塗装して、本当に被らない車になったんですけど、この車自体はもうそんなに塗装とかしなくても、見た目がもう珍しいものなので、他の人と被らずお気に入りの車となってます。はい。続いて3つ目。
意外とコンパクトということです。結構映像とかで見てるとすごい大きな車だなと思われると思うんですが、意外と幅とか長さに関してはスリムです。はい。まず車幅に関しては178センチです。で、これがどれぐらいかっていうと、よくあるハイエースの標準幅とワイド幅のちょうど中間ぐらいの車幅になってます。はい。で、長さは464センチです。これはハイエースよりも短い長さになってます。はい。ただ高さに関しては265センチあるので、ちょっとズバ抜けて高いかなとは思います。めっちゃでかいです。なので立中とかちょっと高さ制限あるところは入れないんですが、幅と長さが短い分、普通の駐車場であったり、お店の狭いところとかも多少なら行くことができます。小回りが利くから運転もしやすいです。はい。4つ目のメリットはスライドドアです。はい。他の乗用車とかだとあまりないと思うんですが、この車は運転席も助手席もスライドドアになってます。はい。そもそもドアは前側と、あとはこの後ろ、荷室が観音扉になってるんですが、その3つのドアしかありません。で、前の席はスライドドアになってます。で、これの何がいいかっていうと、すごく乗り降りがしやすくなります。で、僕たち他にもキャンピングカーでハイエースベースや日産のキャラバンベースの車乗ったことあるんですけど、結構座席が高くて、普通の開閉式の扉だと乗るときにちょっと高くて乗りにくいっていうのを感じました。はい。結構ステップの位置が前の方にあるけど、開閉扉と被ってしまってて、結構扉を大きく開けた状態じゃないと乗りにくいっていうことを感じました。でもこの車の場合はスライドドアなので、しっかりステップがあって乗り降りしやすくなってます。はい。で、あとは駐車場とかでも、横の車が多少近かったとしても、スライドドアなので出入りができます。あとは雨の日なんかも傘をすごく差しやすいので、ほとんど濡れることなく車外に出ることができます。はい。車中泊をしていると、普段車で出かけるよりも乗り降りすることが多くなると思うので、それはすごいメリットかなと思ってます。はい。では最後5つ目のメリットです。視界が広いというところです。はい。この車見てすぐわかる通り、前のフロントガラスというのがめちゃくちゃでかいです。はい。もうほぼバスぐらい大きいです。はい。それによってドライブしてても絶景を楽しむことができます。特に買った時におすすめされたのが、例えば紅葉とか、桜とか見に行く時も、上の景色までかなり広い範囲見えるので、普通の乗用車で行くよりもさらに運転しながら綺麗な景色が楽しめるなと思いました。はい。なので時々違う車とかに乗ってみたりすると、同じ場所走ってても景色の見え方が違ったりするので、この車を手に入れてより旅が楽しくなったなと思ってます。はい。以上5つがこの宅配版のメリットです。じゃあ続いて1年乗ってみて分かったデメリットというのもご紹介したいと思います。はい。正直さっき挙げた5つのメリットっていうのは買う前からなんとなく分かってたことで、乗ってみてよりその良さが分かったっていう感じだったんですけど、デメリットに関してはほんまに使ってみないと分からなかった部分なので、紹介したいと思います。はい。じゃあ1つ目、乗り心地が悪いということです。はい。これはなんとなくはちょっと想像できてたんやけど、ここまで悪いかというのが正直な感想です。はい。もともと私たち軽バンで日本一周してたので、軽バンもかなり揺れるというか、地面の凸凹を拾ったりするんですけど、それ以上に揺れるなという印象です。はい。もともと乗用車として作られてないので、多分そんな乗り心地は重要視されてなかったポイントかなと思います。実際もほぼトラックみたいなものなので、走ってる時のこの揺れっていうのが結構すごいです。はい。それでこの車自体がもともとその振動が激しいっていうのもあるんですけど、今北海道に住んでいるんですが、北海道の道って結構悪路が多いというか、ボコボコのところが多いので、よりこの車で出かけると、すごい下から突き上げるような揺れというか、ドーンみたいなのを感じることがすごい多いです。もう壊れるんじゃないかぐらいのドーンという突き上げが時々あるので、はい。それは結構乗っててあんまりいいものじゃないな。この車、後輪がダブルタイヤになってるから、より地面の凸凹とかも拾いやすいのかなとは思います。はい。で、あとこの車の助手席がさっき言ったみたいに折りたためる分、ちょっと補助席みたいな形になってるので、正直簡易的というかな。そんなめちゃくちゃ乗り心地がいいというわけではないです。で、すごいコメントとかでもたくさん心配していただいてるんですが、皆さんが思ってるよりは座り心地とかはいいです。っていうのも、ニトリで座面クッションと背面クッションっていうのを買ってつけてるんですけど、それをつけたことで、お尻が痛くなったりとか、腰が痛くなったりことは一回もないです。足元とかもすごい広いから、そういう座り心地に関してはまだマシだと思います。はい。
ただ車自体のその振動とか、そういうのがあるので、これは助手席運転席に関わらず乗り心地がちょっと悪いなというところです。はい。2つ目のデメリットはうるさいというところです。はい。1つ目の乗り心地が悪いともちょっとだけ関連する部分にはなるんですが、走行中の音とかがめちゃくちゃうるさいです。はい。運転席と助手席の間にエンジンがあるとか、そういう理由もあると思うんですけど、結構乗ってて、2人で喋るんですけど、ちょっと声を張らないといけないぐらいのうるささはあります。はい。こんな感じです。声はいつもより結構大きく出さないと会話できません。本当にちょうど2人の間にエンジンが来る形になるので、もう基本的にずっと運転中はボボボボボみたいな音がしてるような感じです。はい。で、さっき言った似たような車のクイックデリバリーはもうちょっとエンジンが前の方に多分あるので、クイックデリバリーよりもさらにちょっともしかしたらうるさいかもしれないです。ちょっと比べたことがないんでわからないんですが、エンジンの位置的にそうなのかなと思ってます。走ってる時もうるさいんですけど、やっぱエンジンかける時が一番うるさくて、僕たちキャンプとかも行くからな、そういう他の人がいる時に気にかけないといけないなっていうのはあります。はい。車中泊旅とかキャンプとかしてると、早朝に移動することとか、夜に移動することもあると思うんですけど、そういう時はかなり神経を使うなというのもあってデメリットかなと思います。はい。で、エンジン音だけじゃなくて、さっき紹介したそのスライドドアっていうのも開閉時の音がうるさいです。はい。スライドドアが頑丈な分結構重さがあって、普通の乗用車のスライドドアよりかなりうるさいと思います。で、今の乗用車のスライドドアと違って、静かに閉まる機能とかもないので、もう思いっきりバーンっていう閉めないと閉まらないので、これも車中泊する時とかな、朝とか夜とか気をつけないといけないところだと思います。はい。これほんまに実際に使ってみないとわからなかったというか、乗用車のスライドドアの感覚でいるとちょっとダメだなと思いました。では3つ目のデメリット。バランスが悪いというところです。はい。先ほどメリットでも紹介したんですが、車幅と長さはそんなに大きくなくてコンパクトなんですが、その分背が高いので、ちょっと全体的なバランスが悪いです。僕たちはよくフランケンシュタインみたいな顔と言ってるんですけど、ちょうどこういう面長というか頭だけ長いようなイメージです。はい。この間動画のコメントで外国人の方からも、あなたの番はおでこが広いですねと言われました。私たちも自覚してます。で、これの何がデメリットかというと、やっぱり高さだけ高いと走ってる時の、風の受け方とかが大きくなって結構蛇行しやすくなる。風が強い日とかはすごい風の影響を受けます。風の影響じゃなくて、そのダブルタイヤっていうことで、蛇行するのかなっていう時もあるんですけど、結構走ってる時にな、揺れやすい構造になってます。はい。なので、高速道路とかはもう乗らないようにしてます。やっぱりスピード出すと、その分横風の抵抗も大きくなるので、やっぱりそれ危ないということで、今まで一回も高速には乗ったことがありません。はい。基本的には下道で移動しております。4つ目のデメリットは、メンテナンスが大変ということです。はい。これは古い車というところと、本当に数が少ない車だというところで、大変な部分が多いです。まずそもそもこの車に関する情報っていうのは、インターネットとかで調べてもほとんど出てこないというか、すごい少ないです。で、実際に困った点で例を挙げると、例えば最初車買った時に自動車保険に入ると思うんですが、その任意の自動車保険をネットで入ろうと思って、いろいろ型式とか入れていくと、うまいこと出てきませんでした。エラーになってんな。で、この型式がダイナっていうトラックのものと一緒になってて、トラックの方が出てきちゃって、ちょっと乗用車では登録できないというエラーになりました。で、おそらく古い車なんで、そのダイナっていうトラックと、このダイナアーバンサポーターっていう車の型式が全く同じになってて、保険会社とかの登録でもうトラックとして登録されてしまってると。で、実際にどうしたかというと、ネットでは入れなかったので、電話して確認して入ったという感じです。はい。で、そのスタッフの方に確認してもらうのにもすごい時間がかかったし、なかなかスムーズにいかないことが多いです。あともう一つ事例を挙げると、スタッドレスタイヤにするときも困ったことがありました。で、この車購入したときに、スタッドレスのタイヤの部分は車屋さんにつけてもらってたんですが、ホイールっていうのが別で買う必要がありました。
でもちろん組み替え、今ついてるホイールを組み替えることもできたんですけど、それはすごい値段が高くなってしまうから、もう何回も使うならホイールを買って組み込んだ方がいいと言われたので、中古のホイールをまず探しました。でもタイヤもちょっとトラックのタイヤに近いんかな。なのでなかなか見つけることができなくて、ホイール探しも大変でした。結果はネットで中古で見つけたので、それを買ったんですが、実際交換する時もちょっと手間がありました。ホイール付きのスタッドレスであれば、おそらくお願いすればどこの自動車工場でもできるかもしれないんですが、組み込みとなると普通の工場ではできなくて、いくつか相談してみたんですが、うちではできないと言われ、じゃあどこですればいいんだとなったんですが、結局そのトラックの車検とかをしている会社に連絡すると、一つできる場所を紹介してもらって交換することができました。なのですごい整備するにも全ての工場でできるわけじゃないので、何件も当たってようやく見つけるという形で、保険の時と一緒だったんですけど、メンテナンスにすごい時間がかかるので、これは他の車と比べてデメリットだなと感じています。で、最後5つ目のデメリット。オプションパーツがないというところです。そもそも純正の車の部品というか、パーツももう古い車なのでほとんど出回っていないんですが、オプションパーツに関してはもうゼロに近いです。他の車で例えるとハイエースとかだともう純正であれサードパーティーの他のパーツであれめちゃくちゃ世の中にあると思うんですが、このアーバンサポーターに関してはもうほぼ何もないです。そもそも珍しい車なので、もちろんそれを作ってもパーツ会社とかにメリットが少ないからっていう理由とかもあると思うんですが、この車の形自体も珍しいから対応するオプションパーツっていうのはないです。で車中泊するにあたっていろいろパーツが欲しいなと思いました。で例えば最初にフロントガラスのサンシェードを探したんですが、この車に合うものがなくてですね、でトラックのやつを調べてもトラックの場合横幅は合うけど高さが合わないとかそういうのがあってぴったり合うものが見つかりませんでした。で結局車屋さんで見つけたアルファード用が、ギリギリ高さがあって、ただ幅は足りなかったんで、それを泣く泣く使っているという感じです。で足りないところはホームセンターで買ったサンシェードを切ったり貼ったりして自分たちで手作りして補ってます。でもだから完全に綺麗に隠れるサンシェードっていうのは売ってはないし、例えばお金を出せばそういうオーダーメイドで作ってもらえると思うんですけど、そういうサンシェード一つでもオーダーメイドしないといけなくて高くなるというようなデメリットがあります。車中泊するにあたって最近の車だともう車中泊キットとかそういうのが純正品で出てたりするので、簡単に車中泊仕様にできると思うんですが、この車は本当に全て DIY で作らないといけないということで、ベッドとか、あと壁とかもそうなんですけど全部 DIY でやりました。で乗ってる人もほとんどいないので、そういう DIY の情報とかも全然出てこないので、よっぽど得意な人とか DIY 得意な人とか好きな人じゃないとかなり大変な作業になると思います。4つ目5つ目共通するんですが、とにかく調べるのに時間がかかるというのがデメリットです。以上5つがこの宅配版のデメリットです。僕たちはこの車は本当に見た目とキャンピングカーにできそうだなっていうのであったんですが、実際1年乗ってみるといろいろなデメリットが出てきました。特にこうやってメリットデメリットを挙げて思ったのは、その車中泊する上でのデメリットっていうのは結構少ないなと思いました。この車で車中泊して過ごす時にはそんなにデメリットを感じること少ないんですけど、それ以外の部分、運転だったりとか乗り心地もそうなんですけど、整備とか保険とか車中泊じゃない部分で大変なことの方が多かった気がします。ただそうは言いつつこのデメリットがあるからこの車が嫌になったという感じではなくて、逆にそういうデメリットがあるからこそ愛着が湧くというところが、私たちの意見です。こういうところも個性としてちょっと可愛く思えるというか、古い車ならではの部分かなと思うところもあるんですけど、それをもってもこの車が私たちは好きだなと思ってます。古い車とか珍しい車に乗ってる方は共感してくれる部分かなと思います。いろいろデメリットはあったんですが、これからも楽しみながら車中泊を続けていきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。